私さ、もう絵描けないかも。どれくらい描いてなかった？ 3週間焦りだけ溜まって手は全然動かないの。完全に燃え尽きの初期症状だな。創作心理学チャンネル、俺は司会のガックンだ。ルーです。今日もよろしくお願いします。怠けちゃいけないはバーンアウトのサイン。ガックン、聞いてよ。絵を描くのは好きだったはずなのに、最近パソコン開くのすら億劫なんだよね。休みの日もやらなきゃって焦りが消えないのに手は動かない感じか？そう、それ罪悪感だけ溜まってく。私ってもうダメなのかな？それバーンアウトの典型的な初期症状だ。バーンアウト2025年の調査だとクリエイターの 60% 以上がバーンアウトを経験してる。半分どころじゃない。で、活動歴8年以上のベテランだと 80% まで跳ね上がる。頑張ってる人ほどヤバいってこと？そういうことだ。厄介なのは限界を超えてることを当事者は自覚できない点だな。気づいた時にはプツンって感じ？そうってことで今日は壊れる前に止まる科学的な休み方を5本立てで叩き込んでやる。週35時間を超えると生産性はむしろ落ちていく。まずは労働時間の話からいこう。2024年の産業医学レビューで週40時間を超えると生産性低下、疲労蓄積、健康リスクの上昇が明確に関連することが改めて確認された。40時間って平日毎日8時間ってこと？そうだ。絵や執筆みたいに認知負荷が高い仕事だと実質的な上限はもっと低くて週35から40時間ってところだ。私余裕で超えてるんだけど。スタンフォードの研究では週49時間を超えると生産性が急落して週70時間の人の成果は週55時間の人とほぼ変わらなかった。働いた分の大半が消えてるってこと？で、面白いのがここだ。俺もめちゃくちゃ覚えがあるんだが、最初はやる気でブーストがかかってガンガン作業できる。あるある。でも途中からペースが明らかに落ちて最初のスピード感を出せない自分に焦りと焦燥感が出てくる。それでやめちゃうみたいな。そう。しかも作業時間を短くしても長くしても出来上がる成果物の質がほぼ同じだったりする。じゃあ粘るの完全に無駄じゃん。ぶっちゃけな。だから感覚じゃなくルールで休憩を取らないとこのループから抜け出せないんだ。タイマーが鳴ったら休む。感覚で休まない。じゃあ具体的な作業サイクルだ。研究で推奨されてる方は3つある。3つも？整理するぞ。90分20分のウルトラディアンリズム、52分17分のデスクタイム型、25分5分のポモドーロテクニックだ。デスクタイム社って初耳。52分かってなんか中途半端じゃない？ある生産性計測アプリの会社が成績上位 10% の社員の働き方を調べた結果がこの数字だ。ちゃんとデータに基づいてるんだ。どれが合うかは個人差がある。まずはポモドーロの25分5分から試すのがおすすめだな。私でもできそう。でもさ、休憩当たって何してればいいの？スマホいじっていい？出た。それが今日一番やっちゃいけないやつだ。なんで？答えは次で明かす。スマホ休憩。それ休憩じゃなくて二次被害です。休憩の目的はな、脳への刺激を遮断してリラックスさせることだ。ここが勘違いされてる。つまりスマホはアメリカ心理学会の見解だと、スマホ、ゲーム、ネットサーフィンは刺激が強すぎてストレス解消にならない。むしろストレスの原因になる。休憩じゃなくて二次被害ってこと？
うっかりヤフーニュースなんか開いた日には地獄だぞ。ネガティブと対立煽りしか流れてこない。わかる。コメント欄で1時間溶かすと夜になる頃には心つたぼろだもん。 NG と OK 整理しておくぞ。やっちゃダメなのは SNS、YouTube、ゲーム。 OK なのはぼーっと散歩、目を閉じるストレッチだ。地味すぎない？地味じゃないと脳は休まらないんだよ。派手なもん見てる時点で休憩じゃない。休むを理視力でやろうとしない。物理で切れ。ここが今日の一番大事な話だな。休憩はな、意志力じゃ絶対に続かない。物理で切れ。物理。例えば俺仕事は朝9時から10時までの1時間だけって決めてる。1時間過ぎたら PC を消して部屋を出る。1時間で終わるの？短っ。時間を決めておかないと永遠に作業できちゃうだろ。で脳がずっと休まらない。確かに。で肝心なのはここだ。頭の中だけで区切ろうとしても絶対に無理だ。じゃあどうすれば？仕事専用の PC と仕事専用の部屋を用意する。時間が来たら PC を落として部屋を出る。これで脳が切り替わる。でも専用 PC も専用部屋もちょっとハードル高くない？完璧じゃなくていい。せめて仕事用 PC と私用 PC を分けるだけでも効果は全然違うぞ。プライベート兼用にしちゃうとプライベートが作業に汚染されていく。わかる。同じ PC 開いた瞬間休日なのに頭が仕事モードになるやつ。燃え尽きるやつはみんなここを意志力で戦おうとしてる。物理で勝つんだ。物理で。脳が勝手に整理を始める10分と NASA 推奨の26分。じゃあ物理で切った後、実際に何をすれば脳が回復するかに戻るぞ。ぼーっとするだけでいいの？実はそれが正解なんだ。ウェイクフルレストって呼ばれてる。ウェイクフル？ざっくり言うと起きたまま休むだ。作業の後に10分間目を閉じて静かに過ごす。2025年のメタ分析で37研究63実験を統合した結果、記憶の固定に優位な効果が確認された。しかも効果は7日後まで持続する。目を閉じてるだけで記憶が残るの？脳ってのは外部からの情報が遮断された時に初めて記憶の整理と定着を始めるんだ。なるほど。情報入れっぱなしじゃ整理できないんだ。やり方はシンプルだ。作業を終えて10分間目を閉じて、できればノイズキャンセリングで音も遮断。そして何も考えようとしない。考えが浮かんできちゃったら？放っておけ。追いかけない。それで十分だ。シンプル。これならできそう。で、午後にさらに集中が落ちてきたら15から30分のパワーナップが効く。パワーナップって要は昼寝？そうだ。NASA の研究ではパイロットの26分の昼寝でパフォーマンスが 34% 向上したと報告されてる。 NASA が昼寝推奨？ただし30分を超えると深い睡眠に入ってだるくなるから注意な。椅子にもたれるか机に伏せる程度でいい。裏技として昼寝の前にコーヒーを飲むと20分30分後にカフェインが効いてきてすっきり目覚められる。やる気が出ない原因、実はただの睡眠不足かもしれない。ここまでいろいろテクニックを教えたが、全部の前提を崩す話をしていいか？何その前振り。やる気が出ない、集中できないの原因が実は単なる睡眠不足ってパターンがめちゃくちゃ多い。身も蓋もなさすぎる。大規模な睡眠研究から分かってることを整理するぞ。最適は 7,8 時間、質は最初の180分で決まる。起床就寝は毎日固定、光と音は遮断する。この4つだ。週末の寝だめが逆効果ってマジ？平日と週末で起床時間が2時間以上ずれると月曜に時差ボケが来る。ソーシャルジェットラグって呼ばれてるやつだな。時差ボケ、自分で作ってたのか。
あと車の音や窓の明かり程度でも睡眠の質は下がる。遮光カーテンと耳栓はマジで投資に見合うぞ。テクニック試す前にまず寝ろってことね。そういうことだ。だらだら休日より計画した休日の方がリフレッシュする。で、最後の話なんだけど、休日って何してればいいの？とにかくダラダラすればいい？実はな、だらだら休日はリフレッシュにならないどころか、罪悪感で余計に疲れることがある。好きなだけ寝て YouTube 見てコロコロするの最高じゃない？アイダホ大学の研究で休日の計画を事前に立てたグループのメンタルが優位に良くなることが示されてる。計画って旅行とかしないとダメなの？違う。自分の人生をコントロールできてる感覚が効くんだ。ポイントはこうだ。時間割をタイムボクシングで事前に決める。スマホやネットには上限を入れる。仕事デバイスは全部オフ。何もしない時間も計画に含める。何もしないを予定に書くの、なんか面白いね。ダラダラじゃなく意図的な空則。この区別がでかいんだ。で、クリエイター特有のリスクも一つ言っておく。特有のリスク？趣味と仕事の境界が曖昧。成果が再生数で可視化される。孤独。SNS の常時接続。この4つで一般的な労働者より燃え尽きやすい環境にいる。私全部当てはまってる。だからこそ、休むことを意志力じゃなくシステムで管理するんだ。さっきの物理でキレだ。そうつながるんだよ。じゃあ今日からできることを3つにまとめるぞ。まず作業タイマーを入れる。ポモドーロの25分5分からでいい。感覚じゃなくタイマーで管理するんだ。次に休憩中はスマホを触らない。目を閉じる。散歩、ストレッチのどれかだ。最後に週の労働時間を記録する。35から40時間を超えてたら、それは頑張ってるんじゃなく燃え尽きに向かってる。私、今日から仕事用のアカウントだけでも分けてみる。まず物理から変える。いいな、それが一番効く。参考書籍も2冊紹介しておくぞ。まず、なぜ私たちは燃え尽きてしまうのか。ジョナサン・マレシック著。バーンアウトがなぜ文化として蔓延してるかを掘り下げた一冊だ。もう一冊、スロー、仕事の減らし方、カル・ニューポート著。タスクを減らすための具体的なワークフローが学べる。リンクは概要欄に貼っておく。どっちも読んでみる。燃え尽きてから休むんじゃ遅い。壊れる前に休む。それが一番長く創作を続けるコツだ。今日もありがとうございました。どうぞ参考程度に。また次回、創作心理学チャンネルで会おう。